こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。論理的思考とは何か、ガンバ新書は、読弁が時世による論理的思考に関する教養書です。本書は、私たちが日常的に直面する問題や疑問に対して、どのように金道を立てて考え、納得のいく結論に到達するかを徹底的に解説しています。論理とは何か、根拠を持って判断を下すにはどうすればいいのか、直感や感情との違い、論理的に考えることで得られるメリットなどが豊富な言葉によって綴られています。さらに、本書は論理的思考を知事ではなく技術として捉え、食生活や仕口、学問分野で具体的に役立てるための方法論についても豊富なデラや度解を教えて分かりやすく解説しています。論理的思考の基本を知りたい人から仕事や人生の問題解決に生かしたい人、さらには子どもたちに論理の考え方を身につけさせたい保護者や教育者まで、幅広い読者にとって有用な一冊です。論理学や哲学など抽象的な分野にとどまらず、日常的な会話やコミュニケーション、意思決定の現場までどのように論理が生きるのか、その本質を豊富な磁力とともに明らかにしています。論理的思考に自信がない方や思考の服を広げたい方にとって本書は最良のガイドになるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、論理的思考の意味と重要性、論理的思考とは何かを明確に定義し、その必要性について論じています。本書では、論理とは単なる知識や専門用語ではなく、日常のあらゆる場面で求められる基本的な思考技術だと述べています。問題を整理し、明確な根拠を持って判断するらこそが論理的思考の真髄であり、これにより自分の考えや意見に説得力が生まれます。多様な価値観や意見が飛び交う現代社会において、個人の主張をしっかりと説明し、合意形成を練るためにも論理的思考は不可欠です。また、伝統的な議論や文化における論理の歴史的背景にも触れ、論理的思考の発展過程を説明しています。論理的思考が備わっていることで、重大な意思決定やトラブル解決の際にも冷静さを保ちつつ納得のいく結論に導くことができます。次に、論理的思考の基本構造。論理的思考には一定の基本構造があります。本書では、無字の前提、主張、根拠、結論というシンプルな論理の価値を分かりやすく解説しています。例えば、ある主張をする場合には、必ずその根拠が必要だとし、また根拠の妥当性や前提の正しさをチェックする思考習慣を強調しています。また、論争や推論のプロセス、根一法と機能法、三段論法や逆説の扱い方などについても実力を教えて説明しています。即に論破や理知締めと言われがちな論理ですが、本来は相手を打ち抜かすためのものではなく、お互いの意見や知識を深め合うための道具であることも強調されています。さらに、論理的思考を使いこなすためには、自身の思い込みやバイアスに気づき、それを取り除く工夫が必要である点も丁寧に述べられています。さらに、倫理的思考と感情、直感の違い。本書では、倫理的思考と感情、直感との違いや関係性についても詳しく掘り下げています。人間は本来、感情や直感で物事を判断しがちですが、そのままにしておくと、見乗った結論や竿が点に知ることが少なくありません。著者は、論理的思考が感情や直感を否定するものではなく、それらとうまく付き合いながら、本質に破るための補助線となることを解説しています。また、感情や直感を一旦木に置いて、論理的に緊密を立てる訓練や、直感と論理のバランスを取る思考法、感情が論理の流れを乱す典型的なケース力なども紹介され、現実場面でありがちな感情的な思い込みから抜け出すための実験的アドバイスが示されています。そして、日常生活、試技師での論理的思考の事件。論理的思考は学問領域や理屈っぽい議論だけでなく、私たちの日常や仕事のあらゆる場面で活用できます。本書では、家庭や学校、
ビジネスの現場までありがちなコミュニケーションのすれ違いやミスを論理的思考でどう解決できるか、具体力を挙げて検討しています。例えば、なぜその選択をしたのかといった質問に対する根拠の明確化、また親子や同僚の意見が食い違うときに感情論ではなく論理的な話し合いができるようになる方法などが紹介されています。また、複雑な情報を分解し議論する技法やプレゼンやレポート執筆で説得力を高めるための論理構造の作り方、問題解決に必須のロジカルフレームワークの紹介まで多岐にわたり、すぐに活かせる実験的な知識が充実しています。最後に、論理的思考を身につけるためのトレーニング方法。論理的思考は先天的な能力ではなく後天的な訓練で身につきます。本書では誰でも取り組める論理的思考力の強化トレーニングを具体的に解説しています。日常生活の疑問や気づきを具体的に整理してみる方法、新聞記事やニュース番組の主張を分解して考える訓練、ディベートや意見交換の場で論理の均律を意識して話す練習など多彩な方法が提案されています。さらに、論理的な思考が苦手な人が限りがちなパターンや文脈、思い込みに気づくためのチェックリストやワークも掲載され、超絶なステップで力を読まえるようになっています。また、子どもや学生、組織全体で論理力を高めていくためのコミュニケーション方法や教育ノウハウにも触れ、現実的で役立つ指南となっています。結論として、論理的思考とは何か。神場新卒は、論理というものを初めて学ぶ人だけでなく、論理的に考えて行動したい、すべての人に強くお勧めしたい一冊です。学作生やビジネスパーソン、教育現場の先生や保護者、自分自身の日常をより豊かにしたい方まで幅広い層に役立ちます。その理由は、本書が論理的思考の基本をただ説明するだけでなく、実験の場でどのように応用できるかにまで踏み込んでいるためです。読みやすい文章と具体的なデータ、読解、ワークなどを通じて分かったつもりで終わらせず、読者自身の考え方や生活習慣を一段階高めるきっかけをくれます。これにより、複雑化する現代社会で情報を取捨選択し、他者としっかり意見を交わせる力や問題解決のスキルを身につけることができます。他の入門書と比べても単なる理論や案積にとどまらず、実験的な活用法、訓練方法まで盛り込まれている点で優れており、知識を日々の行動に変えるタフな思考力を養うことができます。論理的な考え方に悩む方、成長したい方にとって今こそ問いに取る価値のある一冊です。ご支援いただける場合は、読弁が書、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ロゴの感想をぜひお聞かせください。それではまた。